皆さんこんにちは。本日の DKTV はカートップとコラボです。ということでですね、GR86 のノーマル、そして TRD が用意した GR86 のコンプリートカーですね。これね、まるっと外も中も、ソフトもハードもやってるということなんですけれども、この2台は何が違うかというと、ざっくり見るとリアスポイラーとリアウィングの違い、この辺がね、乗り比べてどうか。一般的にはね、GT っぽいのはリアウィングなんですけれども、リアウィング嫌だっていう人も結構いますからね、そういうのでダックテールのリアスポイラーでということで、まずはノーマルを乗ってみてどうかと、ノーマルを基準にして、TRD が作ったこの GR86 2台を乗り比べてみたいと思います。まずはノーマルから。このノーマルは結構乗ってるよ俺。これね、この間のですね、ちょっといいですか。何が違うの？見た目はですね、特に変わってはいないんですけれども、走りの方っていうのが特にちょっと大きく変わりましてですね、電子スロットルの制御っていうのが変更になりまして、より滑らかな乗り味になったっていうのが大きな特徴ですね。はい。なのでちょっと今日雨なんですけれども、そのあたりをちょっとご体感していただければと思います。土屋さん、これ見てください。これアイサイトがついてます。GR じゃないの？BRZ とこれはまた一緒なんですけれども、MT なんですけれども、先進安全装備も充実しているということで、今日はちょっとサーキットなので、あんまりね関係がないかもしれないんですけれども、前にいたら急ブレーキかけられるってこと？追従はしてもらいますし、スリップストリームに入ったらスリップストリームはちょっとあんまりねあれですけれども、急ブレーキかけられちゃうの？はい、そういった機能もついておりますので、はい、MT でも安全に乗っていただける。だから街中安全だよね。そうですね。これはいいよね、アイサイトね。そうですね。86っていう車がよりなんですかね、MT ビギナーの人でもより楽しんでいただけるような仕様に変更になりました。トヨタなのにスバルのアイサイト。そこはBRZ と一緒なので。なるほどね。一般の道では安全ということです。鈴谷さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、それでは GR86 のアクセルレスポンスを変更したバージョンです。すごいよね、トヨタって本当ちょこよくしていくね、車をね。すごくいい。初期だね、初期のアクセルレスポンスがつきが良くなってるね。そういうことか。なるほど、いいんじゃないの。50キロからのほらトルクを速く出してんのかな。昨日は富士スピードウェイで2日間のテストをしておりました。スーパー GT 公式合同テストです。そして今日は袖ヶ浦でまた雨のテストです。アクセルレスポンス良くなってるよ、本当に。やばいんだよね、2コーナーね。川があるからね。ここは川もあって水も溜まってっていうところ。雨は2足でもいいか。トルクあるよね、モリモリだよトルク。
トルクあるトルク。いい仕上がりだよ。いい仕上がりっていうか、いいマイナーチェンジだよね。少しずつこう86を進化させてるよね。 BRZ も車をこうただ売るだけじゃなくて、どんどんこう進化させてって、やっぱこう我々としては嬉しいですよね。買う側はね、すごくいいことですよ。続いて TRD が手掛けたコンプリートカーですよ。2台ともね。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。これパッと見リアスポイラーとリアウィングの違いですよね。はい、そうです。大きくはどっちもやってんのがエアロがエアロパーツが下回り式ついてまして、これカナードですとか、はい、フロントノーズコーンでしたり、はい、あとはですねサイドバイザー、ミラーのウィング、あとルーフのフィンですね、はい、これでリア周りの風流れを整えてあげたりですとか、はい、そういうことをやっております。これはこれもそうです。これもそうです。ね、これも、はい、段差をなくして、はい、後ろにスムースに風を流してあげると。リアウィングなんかこうあんまり出しゃばってなくていいね。ありがとうございます。これやっぱり NA なので大きいのつけちゃうと最高速落ちちゃうじゃないですか。落ちる。なのでこれをつけると最高速上がります。上がるの？はい。ドラッグが減ってるんです、このウィング。あ、そう。はい。上がる。上がります。こっちは？こっちはちょっと増えてます。増えてんの？はい。あ、そう。はい。こっちの方がいいです。こっちの方が増えてそうだけどね。こっちの絶妙な位置、絶妙な形状で作ってますんで。あ、そう。こっちはじゃあダクテールは伸びない？ダクテール、まあノーマルとそんなに変わらないと思います。あんま変わらないんだ。はい。へえ、これそんな優秀なの？優秀です。はい。タイヤでかいよね。はい、19インチにしてあります。あ、19単造。これは単造です。ブレーキもでかいよね。ブレーキも大きいです。ねえ。もともとの GR のブレーキキャリパーではない？違います。違うの？はい、これディーラーオプションのものになっております。あ、そう。86レースでも採用されているものですね。あ、そう。はい。ボディ合成とかは？ボディ合成もブレースつけてますし、やってんの？はい。あとストリートカーなので、パフォーマンスダンパーもつけて、どこについてるの？フロントのエンジンルームについております。もともとが振動がないじゃない、この車は。はい、ここにつけて、特にフロント周り、席周りの細かい振動っていうのをなくして、もうカーペットライドというか、絨毯のようなふかふかの絨毯のような乗ってるような感覚で乗れます。本当かね？ぜひお試しください。いや、このパフォーマンスダンパーってさ、はい、旧車の、はい、振動を抑えてるじゃない。はい、これって振動ないじゃない。はい、必要なんです。あ、そう。はい。まあだけど合成は上がるよね。はい、合成も上がりますし、ハンドリングも変えられるので。変わる？はい、変わります。しっとりしたハンドリングになります。あ、そう。はい。はあ。見た目派手なんですけど乗り味は大人みたいな。あ、そう。はい、感じにしてあります。へえ。あとは何やってんですか？あとはですね、はい、サスペンションです。サスペンション、バネとダンパー、ショックアブソーバーで、はい、ショックアブソーバーの方はロッドに DLC っていうコーティングをしまして、レースではもう上等手段ですよね。当たり前だよね。はい、それもやはり同じく細かい振動から吸収してくれるので、ハンドリングももう小さい打楽から打が効きますし、あと乗り心地の方もすごいいいの、はい、良くなります。あとですね、サスペンション TRD だからドアのかっちり感やってるでしょ。やってます。これ効くんだよね。これ効きます。はい。ね、これ効くよね。ドアスタビライザー。これね。はい。これ効くんだよ。特にやっぱ2ドアで
ドアが大きいので、ね、はい、引きはあと見えないんですけど、これセットでブレースも僕は下つけてますんで。マジか。あと空力とかも結構こだわってまして、ここの裏側ちゃんと蓋して、サイドスカートの、ね、外に空気出てくるようにしてあったりとか。これパーツでは売らないの？いや、これパーツでしか売ってないです、逆に。パーツでしか売ってない。はい、ディーラーさんでカタログ見て選んでいただく。こんな感じです。はい。そっか、じゃあこの2台の違いはスポイラーとウィングの違い。そうです。はい。この違いはこういうサーキットで出る？出ます。出ます。あ、そう、富士とか鈴鹿行くともうはっきり出るけど。いや、もう一般道から出ます。一般道から出る。コンセプトはじゃあ一般道。一般道なんで、やっぱこちらが完成形。スポイラーの方が完成形です。でこちらはさらにもっとスパイシーなチューニングをされたいっていうお客様向けに準備した商品になります。あ、そう。はい。まあ若い子はこっちだろうね。そうですね。俺らみたいなおっさんはやっぱこういう控えめな美しい系を選ぶけどもね。はい。あ、そう。さあそれではこのスポイラーとリアウィングの違いを乗ってみたいと思います。どう？絶対こちらはダウンフォースめちゃくちゃ出てます。こちらはハンドリングがめちゃくちゃ出てます。どちらも自信あります。ほう。行ってみます。マフラーいい音してるね、これ。なかなかいいよ、マフラー。足は穏やかだね。すごくしっとりしてる、これ。これは大人の足だよ、これ。いい音だね。やるな TRD。音いい音してる。おい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 、ちょっとストリートユースのタイヤだから。まあやっぱアクセルのつきが違うかも。穏やかだな、流れ方も。ストリートユースだもんね。タイヤがちょっとサーキットには合ってないわ、これ。ちょっとチープだよ。足はほんとしっとりしてるな、これ。雨の日はちょっと怖いな、このタイヤは。
こでこうリアがリバースするか分かんないから、結構雨の日これは怖い。この中高速はちょっとね滑ったら止まらない。これは結構怖いよ。穏やかな足だね。ほんとこう街乗りにはしっとりしたいい足だよこれ。サーキット走るにはちょっと物足んないぐらいだけど、そんな頻繁に走れる人じゃないんだったら、これ普段乗り抜群にしっとりしてる。まあもともとがね、僕が乗ってる ZN6 だとトヨタ86だけど、 GR86 になったらもうレクサス86だろこれっていうぐらいね、レベルが高いんだよ、質感が。それをさらにこう TRD は一般のこう乗り心地を良くしてるっていうね。まあもちろん見た目もそうなんだけど、見た目かっこよくして、これダックテールですけどね、見た目もかっこよくして、なおかつその普段の乗り心地いい車に乗ってるなっていう感覚を研ぎ澄ましてるよね。まあもちろんメーカーが作るエアロだから、その辺のやっぱこう、街のショップとは違うよね。ちゃんとこうフロントとリアのダウンフォースっていうかバランスをねしっかり出してる。まあだからこれはさ、ほんとなんかこうエコタイヤかなって思わせるような感じなんだけど、まあでもそれでも普段走ってもサーキット1年に1回しか行かない人、タイムはどうでもいいけど楽しみたいなっていう、サーキット走ってみたいなっていう人にはこのタイヤでもいいんじゃない？まあ19インチかっこいいからね。単造ホイール19インチ。まあサーキット走るときはね違うタイヤにすりゃいいんだもん。さあダックテールからリアウィングに乗り換えます。そりゃリアウィングの方が絶対いいよね。タイヤ一緒だからねダックテールと。もうエコタイヤだよね。マルケンのエコタイヤって感じ。ほら滑ったらね止まんないんだよ。まあだけどストリート重視の人にとってはこのタイヤでいいよねえ。1年に1回行くか行かないかサーキットっていう人にとっては全然いいでしょう。タイム気にしない人にとっては。しっとりした足だね。
としっとりした足だ。穏やかな足だよね。ダックテールよりやっぱ効いてるよね、リアウィングね。効いてる効いてる。流れが穏やか。ダックテールよりは後ろ落ち着いてるよ。落ち着いてるけどこのタイヤだからね、もう滑ったら止まんないんだよね。おやばいやばい。ったら止まんないよ本当にこのタイヤ。まあ普段乗りのね、普段乗りの一般道法定速度内だったらこのタイヤで全然いい感じで、これ乗り心地いいよこのタイヤ。だから言い方悪いけど、いいかっこしいが好きな人はこの19インチのこのタイヤでいいと思う。でサーキット本当に走ってみたいなっていう人はタイヤを変えましょうね。サーキット走る時だけタイヤ、違うタイヤ、ハイグリップタイヤにすればね、すごく安全に楽しく走れますよ。これだとねちょっと滑ったら止まんないからちょいやばいね。車の安心感はね当然 GR86 だから懐深いんだけど、それに調子づいていっちゃうとこのタイヤだと雨はやばい。滑ったら止まらない。いい感じいい感じ、なかなかいい感じ。 TRD はねいろいろ本当なんか細かいところまでやってくるね。こういうのが嬉しいよね。かつてはホンダアクセスもモデューロ X の開発でこういう風にやってたんだけどね、モデューロ X なくなっちゃったからね、復活しないかな。さあまあノーマルはねノーマルでよかったんですけれども、やっぱ TRD のねいろいろやってるこのカスタムカー内外装、やっぱメーカーが作るエアロだからしっかり前後のバランスが出てるしね、そこは安心ですよ。ただやっぱりねサーキット走る人はタイヤはちゃんといいタイヤにね。そうですね、はい、これはストリート用のタイヤですね、はい、
せめてミシュランぐらい入れてほしいな、はい、そういう感じで、だけど19とは思えない乗り心地の良さはある、はい、このタイヤはね、はい、19インチの単造、これ高そうですね。高いですね、高いよね。はい、はあ、単造だけでこんなすんだよ、ね、フルカスタマイズのパーツでこんなすんだよ。だけどそう考えたら普通のエアロヤとあんま変わんない？そうですね。ね、はい、だって内外装からマフラーから足回りから全部でしょ。全部です。ブレーキから。はい。で外装もすごい点数が多いよね。点数多いよね。はい、割とこう単発で見たら金かかってますよね。はい、かかってます。ね。はい。これはおすすめだ、なかなか。いやだけどこのダックテールとリアウィングの違い、はい、雨の日だともろ出ますね。はい。こう入っていくところでダックテールだとスーってくるんだけど、はい、そこまでは滑り出すまでは後ろなんかしっかりしてる、はい、で入ってってからアクセル入れたら滑り出すっていうのがリアウィング、はい、まあだからそのくらいの差がある、はい、ありがとうございます。結構効くウィングですね。ね、効いてるよね、はいはい、これで一番寝てた状態です。あ、そう、これで一番寝てんの？はい、平らに見えるんだけど一番寝てますね。はい、まだあと2段階立てられます。ああ、そっか。はい。サーキットを選ぶときにね、はい、鈴鹿だとか富士だとかっていう時はやっぱり変えられるもんね。はい、いいよね。はい。いくらでしたっけ？47万円です。47万円です。はい、ね。いいよこれ。本当に経済的に余裕がある人は、まあ、コンプリートもいいんだけどレアウィングだけでも効いてます。ということで TRD の GR86 でした。ありがとうございました。自信ありますっていうだけあるよ。